すげえ閉まってんな。はいどうも、アンバージャックでございます。今回はですねスチールヘッドをですね狙っています。このスチールヘッドですね、どういう風にしてこの時期釣るかと言いますと、これですね、こんな感じのボイルエビでね浮き釣りで狙います。ルアーと違ってこういう餌の釣りって餌がですね投げ込んだ後にどうなってるのかっていうのが心配になるんですよね。結構ですねこのボイルエビって簡単にボロボロになるんで、いつもですね餌残ってんのかなとか不安を感じながら釣りをしてるんですけれども、ちょっとですね YouTube 見てたらですね、オキアミのハード加工っていうんですかね、オキアミをですね砂糖とみりんでつけてちょっと硬くするっていう方法がねあるみたいなんで、今回はですねちょっとそれを参考にボイルエビをハード加工してスチールヘッドを狙っていきます。はい、それではやってみましょう。ということでですね、釣り場に到着いたしました。ちょっとね前日超荒れてまして、すんごいね波が高いしね、人も全然いないんですけど、魚は釣れてるみたいなんでね、やってみようかなと思います。でこちらがね、私がね丹精込めてみりん漬けしたエビになりますね。本日はこれ使っていこうかなと思いますね。You got a fish? 天気が悪いんでね、いろんなものが流れてくるみたいで、あの人は丸太を引っ掛けたみたいですね。はい、こんな感じでねやってみましょう。めちゃくちゃ手がベタつくなこれ。ちょっとこんな感じでねバンバンと仕掛けを作っていきましょう。あんまりねコンディションについてごちゃごちゃ言うの僕好きじゃないんですけど、今日はねタフコンディションですね。明らかに水温も高いし水も濁ってる。でも時期的にはね今が最高のシーズンなんで、多分なんか釣れるんちゃうかなと思ってますね。すげえ締まってんな。ちょっと比較のためにね1本普通のエビをつけます。エビがねアメリカめっちゃ高いんですよ。これ 500g ぐらいですかね。12ドルだからだいたい1800円ぐらいです。この釣りはね僕の妻が大嫌いなんですよ。これお金かかるから、そして基本何も釣って帰ってこないから。でも今日はねちょっと違うでしょ。The water temperature right now. Holy shit! Get the net in the water and get him. Straight up. Yeah, it's a small one. Hold on to it. Thank you. はい、こちらが夏のスチールヘッドですね。砂糖とみりんで締めたエビで釣れましたね。You wanna see a fish? Right there. See? I got a one steelhead. It's not a big. Yeah. いやー夏でございますね。ちょっともうすぐお昼になっちゃうんで、渡りも遠のいてきたし、そろそろ帰ろうかなと思いますね。砂糖漬けみりん漬けのねエビなんですけれども、僕もですねこの釣り結構長い間やってるつもりではあるんですけれども、僕のですね感覚として次砂糖漬けみりん漬けするかって言われたら多分しますね。理由はですね、
やっぱり餌持ちが全然いいと感じましたね。であともう一つの理由はですね、結構バイトが多いと感じましたね。スチールヘッドがねバイトしてるのかどうかはちょっとわからないんですけれども、ということでですね、個人的にはね非常に有効な餌の処理方法だと感じましたね。最後にですね、砂糖漬けみりん漬けどうするのかっていう方法をねちょっと1分ぐらいで動画にして載せようかなと思いますね。はい、ということでですね、実際にボイルエビのねハード加工っていうのをやっていこうと思います。で今回使っていくエビはアメリカのスーパーでどこでも売っているような、こんな感じのボイルエビでございますね。こんな感じです。であとはみりんと日本酒を用意いたしました。でステップとしてはですね、まずみりんにエビを12時間ぐらい漬け込みます。でこれは保存とか発色のためですね。はい、ということでまずね、実際ちょっとみりんを適当にドバドバーって入れていきます。こんな感じでね、適当に入れていきます。で、このみりん、みりん風味なんで、ちょっとアルコール入ってないんで、保存のためにちょっと料理酒も入れます。でそしたらですね、僕は、これ人それぞれなんですけど、こんな感じでちょっと着色しますね。少しピンクくなるようにね。はい、こんな感じです。で、ここにエビをね、こうぶち込んでいきます。こんな感じですね。で、エビがね、こう全体的に浸かるぐらいまで、みりんをもう少し足したりして、こんな感じで、はい、やっていきます。で、まずみりん漬けはこれで完成ですね。このまま12時間ちょっと漬け込んでいきます。はい、そしたらですね、これ12時間経ちましたので、ちょっとみりんをね、捨てていきます。オープン。で、これ捨てるときにね、こうやってざるでね、みりん捨てるんですけれども、金属の方がいいと思いますね。これプラスチックだったら、この食紅がね、ついちゃうんで、こんな感じでしっかりと水を切ります。はい。そしたらですね、しっかり水を切って、で、元のトレイに戻して、で、今度はね、ここに砂糖をこうまぶしていきます。こんな感じでね。はい。で砂糖は、何でもいいと思うんですけれども、ちょっと今回はね、アメリカで安く売ってるケインシュガーっていうのを使いますね。だいたいエビの重量の 20% ぐらいの砂糖がいいって言われてます。なんでちょっとまずね、こうやってまんべんなく振りかけます。こんな感じですね。ちょっとね、砂糖の量が多いんで、2回に分けて、振りかけますね。1回蓋して、で、振って、まんべんなく砂糖をこう全体にまぶして、で、もう一回、エビに砂糖をかけて、こんな感じですね。はい。で、これでまた蓋をしてね、振って、全体に砂糖をこうまぶして、これで砂糖漬け完成ですね。これでまた、12時間ぐらい置いていきます。こんな感じですね。しっかりまぶさってるんで。ね、ここから12時間また冷蔵庫に入れていきます。はい、そしたらですね、砂糖漬けもね、12時間経ちましたんで、ちょっと中を見ていきます。はい。で、砂糖に漬け込む理由は、余分な水分を出して、で、身を適度に締めることとですね、ちょっと周りをコーティングして、で、張り持ちを良くすることですね。あとアミノ酸とかも入ってるんでね、魚の食いも誘発するんじゃないのかなって思ってます。なんで、みりんでつけて、まず保存性を高めて、で、砂糖でつけて、身をね、適度に締めて、で、硬くするというステップで、このボイルエビのハード加工っていうのは完成します。そしたらですね、余分な水分をこうやって取って、で、あとはもうこれをね、ジップロックに入れて完成ですね。こんな感じでね。はい。これでね、張り持ちが良くなったんで、長い間、水の中に放り込んどいてもね、しっかりと、餌が残ってくれると思います。はい、こんな感じでこれを使って釣っていきたいと思います。はい、ということで、今回もいい釣りになりましたね。また次の動画でお会いいたしましょう。